皆様ご視聴ありがとうございます。本日は2025年5月の14日。今私は中国の北京におります。ということで今回の動画なんですが、今私はね、中国の北京にいるんですけど、この北京のお隣、河北省の雄安という町にですね、中国の国家主席の習近平さんが指示をして作らせたという巨額の資金を投じて作った未来シティ、スマートシティと言われるね、街があるんですよ。で、高速鉄道の駅もあって、オフィスビルやショッピングモールとか、すごいね、都会にしようと作った街があるんですが、その街づくりが失敗しておりまして、ゴーストタウンと言われております。で、ネットで検索すると、中国最大の失敗とか、習近平が作ったゴーストタウンとかっていうのが出てくるんですけど、そちらの方にですね、今回ちょっと見に行ってみようかなと思っております。ということで、私のチャンネルではね、数々の、ゴーストタウン、特に中国ですね、中国以外もやってますが、シリーズを出しております。上海、広州、大連、あと他何かあったかなっていうぐらい、はい、やっております。で、今回は北京。で、北京、正確に言うと北京ではないですね。隣の河北省雄安という町、に行ってみたいと思います。北京からね、だいたい1時間ぐらい、1時間かからないぐらいで雄安駅に行けるんですけど、そのチケットをもう買ってあります。習近平が14兆円かけて作らせた、ゴーストタウンなんですけど、ゴーストタウンって言われてるだけあってね、利用者が全然いないらしいんですよね。なのに、駅はもう、このエリアで中国で最大だったかなちょっと忘れたんですけども、めちゃくちゃでかい駅が、あるそうです。で、そちらにまず向かいます。で、その後、街の予想見ていこうかなと思いますので、今からね、ホテルをチェックアウトして、とりあえず北京の駅から、電車で、高速鉄道で移動したいと思います。この配車アプリのタクシーで行ってるんですけど、ベンツの E クラスです。そしてタバコ吸えます。すげえな。ということで北京西駅に到着しました。ここからですね、雄安駅の方に列車で移動します。で、先ほど説明した通り、1時間かからないぐらいで行けます。で、今回ね、列車ビジネスクラスを用意しました。といっても2300円ぐらいでめっちゃ安いです。1時間ぐらいしか乗らないんですけどね、ちょっと快適に移動したかったんで取りました。で、以前にね、中国の高速鉄道何度も動画に出してますけど、ビジネスクラスとか乗ると、駅のラウンジが使えるんですよね。なのでちょっとそこで休憩してから、登場というか乗車ね、していきたいと思います。雄安駅っていうのもこのゴーストタウンの中でも結構目玉でめちゃくちゃでかい駅なんですよ。もう習近平が指示をして作らせた、ね、巨大駅なんですが、全然利用者がいないということでそれもちょっと早く着いてね、皆さんにお届けしたいなと思います。で、今から駅の中入っていきましょう。それでは保安検査を受けて中に入りました。北京西駅初めて利用します。割とね、でも年季が入ってる感じです。古めですね。でも広いです。とりあえず今から、ラウンジに行きます。この駅の中にね、目の前に今吉野家がありますね。やっぱりさすが北京ですね。人がめちゃくちゃ多いわ。先日のカシュガルとかウルムチに比べたら全然人が多いですね。それではこちらですね、12番がビジネスクラスのラウンジですね。立派ですね。空港みたい。ラウンジの中はめちゃくちゃ広いです。入りました。一応お菓子とかなんかありますね。飲み物はこんな感じ。飲み物はオレンジジュースと水をもらってきました。多分ね、列車内でくれると思います。何かしらを、ちょっとゆっくりしてから、ホームに行こうと思います。ラウンジから直接専用ゲートで、改札ですね。で行けます。もう始まりました。で、優先通路で連れてってくれますね。わずか2300円で乗れて、この待遇はめちゃくちゃいいんじゃないですか。歩く距離も短いですね。もう下がホームでした。素晴らしい。C の2735雄安駅行きですね。はい、もう列車入ってますわ。素晴らしい。復興号 CR ってやつかな。今までで一回も多分俺乗ったことないですね。すごい流線形ですね。それでは乗り込みます。これ最新タイプの
ビジネス車両なんで、飛行機のビジネスクラスみたいに個室みたいになってるやつですね。乗りたかったんですよね。あ、すげえな。すごい綺麗。座った感じはこんな感じ。素晴らしい。なかなか広いですね。今までのやつに比べたら全然いいです。で、一応これ同じだな。このなんか軽食とお水が置いてありました。これだって2時間ぐらいに乗りたいですね。50分ぐらいで着いちゃいますけど。あとはね、ここにちょっと見えるかな、 USB2 つとか通常コンセントもついてます。でもちろんフルフラットになりますからね。素晴らしい。今ですね、アテンダントの方が飲み物のオーダーを取りに来てくれました。なんか一応コーラもらいました。別でドリンクくれるみたいですね。コーラいただきました。常温ですね。冷たくはないです。素晴らしい。かなり広いです。ということで、14時3分発なんですが、2分早くドアが閉まりました。中国あるあるですね。はい、そして定刻より2分早く出発しました。雄安新区は2017年に中国政府が1000年の大計として河北省に計画した巨大スマートシティで、北京の過密解消や新たな経済成長拠点を目指して開発が進められています。AI や自動運転などの最先端技術を駆使した都市インフラ整備が進められ、2035年までに国際都市化を目標としています。習近平肝入りの壮大な国家プロジェクトとして莫大な投資が行われてきましたが、実際には人口流入が当初の予想を大きく下回り、広大な土地に建物だけが立ち並ぶゴーストタウン状態が続いています。建設費約14兆円と報告されていますが、現時点でも未完成の建物も多くあるため、今後さらに増加する見通しです。ここが習近平が肝入りで14兆円かけて開発した街の一番大きな駅ですね。すごいドームみたいになってますね。すげえ、めちゃくちゃでかい駅ですね。列車はこれしか止まってませんが、降りる人はいますね。終点なんで。すごいな。これがアジアで最大の大きさを誇る、規模を誇る駅なんですよね。すげえな。今までいろんな中国の駅行きましたけど、まず多分北京西駅、さっきの首都の駅より大きいと思います。すごい空港レベルですね。無駄に広いです。そしてピカピカですね。ただほぼホーム使ってないんですよね。だからね、習近平叩かれるんですよね。メンツだけで作った駅と言われてて、そのくせアジアで最大の規模の駅なんですよ。列車のほとんどが北京西駅とこちらの雄安駅を往復するだけっていう感じで、いろんな地方に行くっていう路線ではないんですよ。途中北京対向空港駅っていうのがありましたけど、なんでね、需要があんまないっていう話みたいです。一応乗ってはいましたね。もっとガラガラかと思ったんですが、ちょっとあんま関係ないんですけど、 ICBC っていう中国の銀行の ATM があって、なんと日本語ありました。ほぼ空港ですね。タクシー乗り場までめちゃくちゃ遠い。もともとこの辺はトウモロコシ畑しかないような場所だったんで、そこに無理やりなんか建設して、結局人もほぼ住んでないみたいな感じみたいですね。皆さんタクシー乗り場の方には人が歩いてたんですけど、駅のね中心部の方に今向かってるんですが、誰もいなくなりました。すごい静か。一人歩いてる。すげえな。大規模ですね。チケット売り場しかないな。一回ちょっと駅の外出て、どんな感じなのか外観を見てみたいと思います。それで、外に出てきました。あちらが多分正面だと思うんですが、わかりますか、この大きさ。
ちょっと人いますけど、すごいね。待って、天気がいいからいいけど、とりあえずこちらがU1 駅ね、はい、ゴーストタウンの、主要な駅です。ゴーストタウンの駅なんで人も少ないという感じですね。駅にねお店とかがないっていうのが面白いですよね。だいたい中国でスタバとかカフェとかなんかラーメン屋さんみたいなとこあるんですけど、なんか近くでサイクリングしてるおっちゃんたちがいるぐらいでそんなの見たことないね今までね。とりあえずこの後、ユーアンの街の方に行ってみたいと思います。これがユーアンの駅でした。とりあえず今から配車アプリで街の方に移動しようと思いますが、これなんですよ。目立たないところは結構雑というかボロボロになってる。あの辺もめくれ上がってるしね、タイルが。これ何のためのこの広さなのかよくわからないですね。すごい広いですよ。アジア1位なんで広さが。こうボロボロですね、この辺ね。新しいのにボロボロ。なんか陥没してるわ。これは習近平が見たらどう思うんですかね。とりあえず配車アプリで今日泊まるホテルに先にちょっと荷物置いてから街に行こうと思います。この駅の周りもなんか建設中のなんかビルというかいっぱいありますね。本当に作って人が入るのかな。さすが14兆円かけて整備してるだけあって道はめちゃくちゃ綺麗ですね。3車線の中央分離帯には木も植わってて信号も新しそうですし、アスファルトも非常に綺麗ですね。14兆円ですよ。すごいと思いますね。この辺の、マンションとかもおそらくほぼ人が住んでない感じだと思います。カーテンとかついてないんで、ほぼ住んでないんですよ。すごいな。とりあえず今日はこのゴーストタウンの中にボコというホテルがあって IHG 系なんですけど、ここで一泊します。とりあえず荷物を置きに行きます。よくこんな街でホテルが営業してるなと思いますね。ホテルは綺麗ですね。はい、こんな感じ。今からチェックインします。ということでチェックインしました。3006かな。で今回部屋アップグレードしてくれてスイートになりました。ありがたいですね。一応私プラチナメンバーでダイヤモンドじゃなくなっちゃったんですけど、それでもアップグレードいただきました。ということで部屋に入りました。ざっくり部屋の紹介だけ。すごいね。なんかもうすでにカーテンが自動で開きました。めちゃ広い。すごい。これ一泊ね、アプリで取ると12000円ぐらいです。何にもないからホテル結構安いです、この辺。はい。素晴らしい。これベッドルーム。バカ広いですね。シャワーとバスタブと、はい、洗面台。つながってんだ。ここラゲッジルームね。でこれトイレかな。すごい TOTO の最新ウォシュレットですね。素晴らしい。はい、こっちもトイレ2つあるパターンですね。はい、TOTO のウォシュレットです。いいんじゃないですか。久しぶりになんかリッチな部屋に泊まりましたね。もうこの辺がいわゆるゴーストタウンって言われてて、未来都市とか、あと省エネタウンみたいな感じのとこなんですよ。ただこの辺ほぼ人が住んでないホテルは一応やってる。綺麗ですけどね、お金のかけ方が尋常じゃないんで。でとりあえず結局こんな素晴らしい部屋に通してくれたんですが、出かけます。街を見に行きたいと思います。それでは荷物も置きましたね。これからねちょっと街を、ゴーストタウンどんな感じなのか見ていきたいと思います。あとショッピングモールもね結構すごい壊滅的らしいんで、その辺もちょっと見に行きたいと思います。14兆かけた街ですからね。とりあえずホテルから歩いて行きたいと思います。
まあ、これはホテルだからね、今人いましたけど、なんもないもんな。人は全然いないんですけど、こうなんか手入れしてる人、そういうのいるんですよ。やっぱり習近平の指示で予算があるから、こうね、よくわかんないこう草を草むしりとかやってんのかなって。バラが咲いてますからね。これすごくないですか？普通の道でバラってなくないですか？造花じゃないですよ。だから金かかってるんですよこれ。一応この辺はあれですね、オフィスビルもあったりしますけど、この辺ほぼ住んでないっていう。このゴーストタウンの匂いがプンプンします本当に何にもないっていうのが。一応このビルはここ河北省なんですよね。河北建東って書いてありますが、建設系のゼネコンのビルなんですかね。この辺なんか誰も入ってない、オフィスとして機能してなさそうですけどね。それがもうずっと向こうまでありますね。今回ね、カシュガルとかで一緒だった伊藤さんがいるんで、中国語で横で全面サポートされるんで、こういうビルとか入るとき心強いんですよね。うわすごい。まあちょっと入れないかな。まあちょっと関係者じゃないんでこの先は入れないですけど、ロビーだけ入りました。はい、特に何もないです。今ですね、フロントの人に聞いてもらったんですけど、このビル、こちらのね、河北建東っていう建設投資会社のみで、あとはもう全部空室、他のテナント全部空いてるそうです。だからやばいね。この先にねショッピングモールもあるんですけど、今調べてたらアウトレットがあるらしいんですよね。でそのアウトレットが世界一人がいないアウトレットっていうアウトレットがあるみたいなんで、そこもちょっと行こうと思います。この辺からもう分譲マンションとかだと思うんですけど、これやばいね。本当に先まで人がいないわ。ガチゴーストですね。ここも住んでないと思う、ほとんど。すごいね、本当にガラガラ。若干ねポツポツと人がちょっと歩いてたりするんですけど、こういうのね見るとカーテンがあったりするじゃないですか。これカーテンがあると多分人住んでるんですよ。ちらほらあるけど、何にもないところは本当に人が住んでないと思います。ユーアンシンクが未来の理想都市として大々的に発表されたにもかかわらず、実際にはほとんど人が住まず、活気のないゴーストタウンとなっている背景にはいくつかの要因が重なっています。まずユーアンはもともと洪水のリスクが高い低地に位置しており、地震や自然環境に対する十分な調査や配慮が不十分のまま開発が進められました。周辺住民の生活基盤との整合性も取れておらず、都市としての立地に課題を抱えたままスタートしたのです。さらに当初は企業や住民が次々と移転してくることを想定していましたが、実際にはその動きは鈍く、広大なインフラだけが先に整備されたことで空っぽの都市が生まれてしまいました。もともとこの地域は人口約2万人ほどの小さな町であり、交通や商業、生活環境といった都市機能の魅力に乏しいため、移住先として選ばれにくい状況が続いています。経済面では中国全体で都市部と地方との格差が広がる中、こうした新興都市への実需が伴わないという根本的な問題があります。さらにユーアンシンクは習近平国家主席の肝入りで進められた国家事業であったため、政治的には強く推進されたものの、企業や大学の実質的な移転は限られており、街としての活気にはつながっていません。おそらくこれがショッピングモールだとは思うんですけど、ちょっと入ってみます。こんな感じで、ここも多分全部空きテナントですよね。これ空きテナントっていう意味だと思うんですけども、この建物自体これ全部多分何にも入ってないです。これあれかな、ショッピングモールも全部空なんだな。入れなさそう。
もうあれですね、中全部こんな感じだわ。もう作ってやめたみたいな感じですかね。ショッピングモールだと思って来たんですけど入れないっていうか、何も入ってないです。結構深刻だと思いますね。この周りの人たちはどこで買い物するんだろう。全部ですよ多分アウトレット行けばねあると思うんですよ。ただ世界一人がいないアウトレットって言われてる場所にそこに行きましょうか。なんでこの辺大量にこのオレンジとクリーム色の建物がもうちょっとね奥にもあるんですよ。全部同じ感じのものがあっちにもあるし、これ全部空です。基本的にはすごいね。過去最大級の広さだ。自分がこのゴーストタウン行って、とりあえず今から配車タクシーを呼んだんで、世界一人がいないアウトレットモールに行きます。もうこの辺全部ね、さっき説明した通り全部同じです。ガラガラの分譲マンションみたいのがたくさんあるだけで、コンビニすらないです。テナントが入ってません。この先ずっと入ってません。ここまでね、大規模で何も入ってないの初めて見た。それでこちらが去年の1月にオープンしたばっかの、ユーアンアウトレットモール。今来ました。先ほどの場所からタクシーで10分かかってないです。でここが世界一人がいないアウトレットということで、ちょっと見ていきたいと思います。できればちょっと食事もしようかなみたいな感じですね。掃除してるスタッフがいるぐらいで人は全然いませんね。一応日本人も見慣れたブランドのお店もあるとは思うんですけども、やってるだけちょっと嬉しいですね。さっき何もなかったんで、ナイキとかもありますけど、上は食事かな。すごいガラガラだ。やたらスタッフが多い。確かにこんなに空いてるアウトレットはあんま見たことないですね。私の地元の東海地方の岐阜の土岐とかでもかなり山奥なんですけど混んでますからね。一応ねピザハットとかありましたね。あれピザハットなんですけど、ちょっと中入ってみますか。一応日本の焼肉屋さんかな、あったりとか。まだいいわ、お店あるわ。お客さんというよりスタッフの人たちが多いかな。まだオープンして1年ぐらいなんで、なんかエスカレーターとかは非常に綺麗ですね。一応ね映画館がありますね。ガラガラですけどめちゃくちゃ暇そうですもんね。あとこっちはもうゲーセンかな。3階建てぐらいなんだ。本当に人がいないな。あれ奥もアウトレットですよ。奥行ってみましょう。皆さんどうですか、これアウトレットですよこんだけ人いないの見たことありますか。でもねちゃんとエレベーターはフジテックですね。日本製ですね。それで ABCD となんか分かれてて、で、ケンタッキーとかも一応あるんですけど、この奥こっちの D の方がやばいですね。もう完全に人いないエリアらしいんで、ちょっと行ってみます。ちょっと喉乾いたんでハイティーで飲み物買います。ハイティーはね、中国行けばどこでもあるんですけど、大体混んでるんですよ。お客さんいないからガラガラでした。ちょっと座って飲むこともできるぐらい空いてます。ちょっと結構ね外が暑いんで、俺ハイティーそんな詳しくないですけど、このブドウティーのクリームチーズのせがうまいらしいので頼んでもらいました。こっち側ですね、 D エリアのアウトレットここ多分全部空きテナントなんですね。C もそうなのか。全然人がいない。先日上海の天安千住モール行ったんですけど、それよりひどいです。ひどいっていうか人がいないというか、そもそも店がこんな感じで入ってないんだね。
まだ反対側ピザハットとかねハイティーあったけど、もうガラガラですわ。この先どうなってんだろう。一応ね音楽が流れてんだよね。これは夜来たら怖いな。これはやばいですね。はい、このエスカレーターすらもう動いてないんですけど、ちょっと行ってみます。止まっちゃってるんであれなんですけど、もうこんな感じなんだ。もう作るの途中でやめたんかな。これすごいっすよ。うわ、ホームレスの人とか住みそうですね。ああ、これはすごい。まあダクトとかむき出しですもんね。これダメだ完全にもう作ってないんだ。この先もね全部空きですね。これもだけどひどいな過去一ひどいわ。この全部多分もう同じですね。さっきの中と同じ感じ。この CD エリアはもう機能してないんだね。てかもう諦めた感じがありますね。これが習近平一大プロジェクトですよ皆さん。14兆ですよ。中国の人たちが納めた税金で作られた。ただ日本だったらすごい暴動になると思うんですよ。何やってんだと。でも言えないんですよね。複雑ですよね例えば日本の首相とか国家プロジェクトでこんなことやったら多分メディアでもねボコボコですよね。民間企業だったらクビですよね。14兆ですからね。あとね奥にもまだなんか作ってるんですよ。まだ作ってるんですよ。こんだけ失敗してるのに。見えますもういいでしょってぐらい作ってるんですよね。もう一度多分計画して走り出したら止められないんですよ。わあちょっともうやばいんですよみたいに言っても上からのトップからの指示だからっていうのでやってるのかなと思います。もうね先ほどからほぼ同じ絵なんで申し訳ないですけど、これも全部空きです。でまださらに作ってるっていう。多分国のトップがねやれって言ってるからやってるだけだと思うんですよね。そういうところがやっぱ中国だと思いますね。誰も止められない。43のプロジェクトの中の3つ目の建物でこうなんかスタジアムみたいなのを作ってて、これが完全に中国の国の資本でなんか書いてありますよね。中国なんパワーチャイナ。これ中国の国営の会社なんですか。かもしれないです、ね、かもしれない。で全然需要がないのになんかこの作ってるっていう。止められないってことですよ。もう作ると言ったら。で全然人いないのに作ってるんですよ。どんどんゴーストタウンが大きくなってるっていう感じで、これだって後ろ姿これやばいっすよ今ですねこの中国語伊藤さんに教えてもらったんですけど、質量第一で効率の項に利益の益で、これ優先っていう意味で効率よく仕事をして時間も無駄なく作業しましょうみたいな感じなんですけど、これ絶対達成できないだろうみたいな。そもそもこんだけ失敗してるのに効率よくやろうがね、利益を出すことできないだろうっていうこれ中国中のギャグみたいな、この人たちは真剣ですよ。はいっていう話です。中国政府は雄安新区の停滞やゴーストタウン化といった指摘に対し、あくまでも長期的な国家戦略の一環としてこの都市開発を継続推進する姿勢を崩しておらず、2035年までに最先端かつ大規模なインフラ整備を整え都市を完成させ、2050年の先進都市化を目指す国家プロジェクトとして長期的に推進しています。それで今世界一人がいないアウトレットを見てきたんですが、このままもう一個のねショッピングモールがあるんで、そちらに行きます。师傅问一下您啊，就是这么多年了，咱这边还是怎么说？现在入住率高吗？咱们这边？现在入住的全是那个
相互。会就是OK，就全是拿那种低保的设施。对，会相互。然后商场什么就还是没什么人逛那些。对，现在人还比较少。但是我看那个政府企业什么都还是比较多的哈。在启东区那边有几个央企都过来了。就是不挪过来不行了也。对，主要都是还是这个学校。是，就那个北大是吧？这点大学都过来之后。那好。それで先ほどのアウトレットから、今タクシーで5分ぐらい走った場所に、ショッピングセンターというのがありました。街そんな大きくなさそうですね。でも人がいますわ。さっきのアウトレットより人がいる。それで先ほどタクシーの中でね、現地のドライバーの人に聞いてもらって、この街どういう感じなのかっていうのを今質問してもらったんですけど、いわゆる日本でいう生活保護わかりますよね。で中国も同じようなシステムがあって、収入が少なくて貧しい人っていう人たちを、北京とかじゃなくてここに集めて、でこういう家に住まわせて補助金で生活してる人たちの街らしいです。でそこをプラスあれですね、中国の深センみたいなシリコンバレーにするとか未来都市にするっていう計画でそれもやってるという感じみたいです。なんであんまりお店がなかったり、こういう集合住宅って日本でいう団地みたいなのが多いみたいですね。なんでここにいる人たちは結構多分貧しいんですよ。収入的に。もともとトウモロコシ畑だった場所なんで、そういう農民の人たちとかのあれなのかな。でも一応今マックもあって、で街で唯一のスーパーマーケット、大きい、ところですかね。あとですね、今言った通りその生活保護、政府から援助を受けて暮らしている人プラスですね、ここに入ってる企業っていうのが、この町に入ってる企業っていうのは中国共産党の中央政府が出資した企業っていうのが、北京とか都市じゃなくてこっちに移転しなさいっていう風に指示されてきてると。で特にデジタル系の企業が多いらしくて、そういう人たちがたくさん集まってると。なのでやっぱり習近平の指示ですよ。中央政府からこうしろって言われて、で資本が国のねお金でやられてるところはもう逆らえなくてこういう何もないところに会社を移転させられるっていうのが現状で、大学の生、あとはその北京にある大学の半分をここに持ってくるみたいな計画があるっていう話なんですけど、その大学生たちが移転学校がねキャンパスが移転してきたら若い子たちが強制的にこっちに来るじゃないですか。そしたらもうちょっと発展するんじゃないかっていうことで町の人たちは期待してるみたいなんですけど、実際若者たちはここ何にもないんで行きたくないんですよ。北京にいたいんですよね。その辺の多分話がね折り合いがついてないんじゃないかなと思います。はい、ここまで詳しく聞けたんでよかったかなと思いますね。この町の実態ですね。はい、一応さっきも言いましたけどマクドナルドがありますね。多分この町唯一のマクドナルドで、これがスーパーですね。あとですね、正面に見えてるこの建物、これ小学校ですね。この地区、こんだけ団地ありますからね、住んでる人は多分少ないんですけど、それでも中国ですから人口多いんで、小学生とかいて、行く途中にね中学か高校か大学か分かんないですけど結構立派な学校もあったんですけど、これは小学校みたいですね。すごい静かです。今夕方なんでもう学校の時間終わってるのかなと思いますが、横に公園があって子供たちがなんかバドミントンすごいやってますね。なんでこの辺ちょっと生活感ありますね。ホテルの辺とかアウトレットの方はもうガラガラでガチのゴーストタウンだったんですけど、この辺まだ子供の声とか聞こえるからなんかホッとしますね。普通のスーパーマーケットって感じですかね。何でもありそうな、ちょっとこのローカル感、田舎にあるなんかアピタとかイオンのちっちゃいとこみたいな感じで生活感が出てる。やっぱりでも外国人は全然いないですね。いっぱいありますよねこの店は。だってソフトクリーム2軒ですからね。はい、ちょっと八角の匂いがするんで私はちょっと苦手ですこの辺が。でも普通のスーパー綺麗ですね。中国本当に進化してると思います。はい、それでスーパーこんな感じだったんですけど、今もう夕方で今から晩ご飯を食べに行こうと思ってるんですが、今私たちはね河北省という場所にいるんですよね。で河北省の名物は、日本語で言うとロバの肉を使った料理、日本だとないっすよね。俺も食べたことない。それのお店があるということだったんで、ロバ肉を今から晩ご飯で食べに行きたいと思います。それでこちらがそのロバ肉の料理のお店で、中国式のサンドイッチみたいな感じ
多分俺はね口に合わないと思うんですけど物は試しで、はい、食べてみたいと思います。河北省名物だそうです。它是纯肉的还是加焖子的呀？12只。これが名物のロバ肉のサンドイッチ。すごい、なんか見た目美味しそうですね。これ肉がロバらしいですね。ちょっと食べてみたいと思います。こんな感じ。人生初のロバ肉。匂い結構スパイシーな感じですね。ちょっと若干八角の匂いする感じするけど、いただきます。分かった。これみんなにね、味を伝えるとコーンビーフです。日本で食べるコーンビーフの味がするんです。全くそうだ。塩加減といい、食感といい、若干最後口の中が獣臭がするかなって感じはするけど、全然食べれるレベルですね。これなんだね、河北省の名物。良い経験ができました。まだまだね仕事してる時間なんですが、やっぱり仕事があんまないのかな。ここで賭け事やってるおじさんたちがいっぱいいますね。さすがにあれじゃ晩ご飯足りなかったんで、ここコリアンバーベキューのお店、韓国焼肉のお店らしいんでちょっと入ってみます。それではお店入りました。ちょっと河北省とは関係ないんですけど焼肉が食べたくなったっていうので意見が一致したんで入りました。今これハラミですかね、焼いてます。それでは最後ホテルに戻る前にちょっともう一軒寄り道してちょっと面白い場所に寄ってから行きます。それでこちらがこの街の中で多分かなり重要なもの、その IT 特区みたいなことやってるんですけども、いわゆるねこの計算中心っていうのは日本でスーパーコンピューターみたいなやつなので、日本でもあるじゃないですか。それの中国もやってるんですよ。高速で天文学的な数字の計算とかをするコンピューターがここにあって、それの博物館っていうのかな、そのセンターみたいなところなんですが、その中入ると結構ね建物が綺麗だったりしたんですけど、今明かりがつきましたね。そこ行こうかってなったんですけど、なんか閉まってますね。で今調べたらね今日閉まってるとかも時間がもうあれだから入れなかったみたいです。もう夕方過ぎてるんで。なんでただここの近くに湖があって、で国際ホテルっていうのがあるんですよ。でその国際ホテルっていうのが結構人気らしいんですよね。でそこはそれこそ習近平が指示して、作らせたホテルということで1泊2万ぐらい、今回泊まってる IHG 系の僕より全然高いんですけど、最初そこに泊まろうかなと思ったんですが、ちょっと結局やめたんですけど、そのホテルの中入ってね、ちょっと飲み物でも飲みに行くかっていう話を今してて、でそのホテルを見に行こうと思います。いわゆる国営の5つ星ホテルっていう話なんですけどね、とりあえず行ってみましょう。最後そこ見て終わりたいと思います。結構ねこの辺おしゃれですね。カフェもあるし、人はいないんですけど、今から向かってる国際ホテルの目の前がねソフテールホテルって皆さん分かりますかね。バンコクとかにもあったりするんですけど、ソフテールホテルもありました。結構あれも高いですね。はい、こちらですね。すげえ立派だな。はい、国際ホテル。これ習近平が指示して作らせたホテルと言われてるやつですよ。うわーすげえなこれめちゃくちゃ豪華です。ちょっと中入ってみます。なんかもう宮殿みたい、王様が泊まるホテルみたいですね。正直こんな街で1泊2万円ってだいぶね暇外資の高級ホテルじゃないのに強気だなと思いますが、5つ星国営ホテルですからね。やばくないですかこの高級感。どこがフロントの入り口なのか分かんない。多分あれだと思うけど広すぎて。でもあっちにもあるんでね、建物が。今涼しくてちょうどいいです。歩くのに。すいません、これホテルのフロントかと思ったら結婚式場だそうです。
なんでまだまだ先なんだ。めっちゃ歩くなこれ。先ほどのゲートからね、ホテルの入り口まで歩いて20分だそうです。そんなに広くする意味あるのかな。結構遠いよ。20分って結構すごいよ。2キロぐらいある。このホテルの、総敷地面積っていうのが日本の明治神宮と同じぐらいだそうです。なのでいかに広いか想像ができると思います。すごいですよ。湖が見えてきましたけど、さすがですね、習近平のメンツがかかってるんで、これでもかというぐらい徹底されて整備されてる気がする。なんか音楽まで聞こえてきますね。日本人の人で泊まったことある人いるんかな。今いる場所がこれ中国読みでルイ島、ルイアイランドで、今聞いたらルイっていうのは中国語でラッキーっていう意味らしいですね。それはもう金持ちしか泊まらない感じの雰囲気がありますよ。マジで遠かった。本当に20分ぐらいかかりました。ようやくこちらホテルですね。国際ホテル。疲れた。すげえでけえわ。こちらがホテルの入り口ということで、すごいね、なんか華やかすぎて、すいません、私宿泊者じゃないんで見に来ただけです。でもすごいよ、入り口が。ゴーストタウンなのにこんな感じなんだね。ちょっと中入ってみますね。ちょっとフロントだけ見ましょうか。これがホテルですね。すごい国営ホテルの底力。結構綺麗ですね。すごいな。割と人いますね。こんな感じです。フロント広すぎ。天井もすごい高いです。とりあえず私たち宿泊者じゃないんで、ちょっとロビー見て終わりですけど、でもホテルの規模感は伝わりましたよね。全然人いないのにこんだけ立派なホテルがあるっていう感じの場所でした。このままちょっともうホテル戻ります。我々の宿泊の。ということでホテルに戻ってきました。皆さんにですね、こちらのゴーストタウンの様子、北京から1時間ぐらい離れた河北省のね、町にあるんですけども、何度も言ってますが、習近平国家主席が、およそ14兆円をかけてですね、作った町、そしてそれが今ゴーストタウンになってるということで、非常に興味があってですね、今回ちょっと企画ということで皆さんにね、お見せしましたけども、なかなかすごかったですね。過去一の規模だったかなと思います。ホテルだけで明治神宮ぐらいの広さがあって、ホテルはすごかったですね。豪華さが半端ない。国営の5つ星ホテルね、そこに泊まろうかなと思ったんですけど、今回泊まらなかったんですけども、はい。で、あと街ですね。空きテナントだらけですごいなと思いましたそのレベルもやっぱりいろんなとこ見てきましたけど、今までで一番じゃないかな。で、世界で一番人がいないアウトレットモールとか、不名誉なんですけどもね、中国にはまだこういったところがゴロゴロあると。ただこの街に関してはね、何度も言ってますが、国家主席の習近平が指示してね、もうメンツをかけて作ったところで大失敗してるっていうのは、中国の人たちも多分知っててですね、どう思ってるかは知らないですけども、で、あと生活保護を受けてる、人たちがここに集約されてるっていう、そういったことも分かりましたし、なかなか奥が深いなっていうところですかね。なかなかね、日本人の方がわざわざここには来ないと思いますが、一緒に同行してる方と話してて、北京から日帰りで行けるし、中国人にとっての旅行先というか、ちょっと日帰りで行く感じのはいいんじゃないかなみたいな話はしてました。日本人の方ね、もし興味のある方は、列車でおよそ50分ほどで来れますんで、ビジネス席、私は今回乗ってきた、あれ乗っても2300円なんで、全然ありなんじゃないかなと思います。長期でね、何日か旅行する中で北京飽きたなら行ってみてもいいのかなと思います。特にやることはないですけどね、街を見るぐらいしかないんですが、意外とこのシリーズ、ゴーストタウンシリーズ好評なんでね、
特に中国そういったところ多いんで、はい、皆さんに楽しんでもらえたかわかんないですけど、興味本位で見てくれた人にはとってはね面白かったんじゃないかなと思います。ということで今回こんな感じで北京から、ちょっと離れたね郊外にはなるんですけども、14兆円かけた、国家プロジェクト習近平が指示して作らせた街ゴーストタウンのね、動画これで終わりたいと思います。皆さんよろしければ感想をコメント欄に書いていただいて、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それで最後におまけ動画なんですが、中国でねスシローめちゃくちゃ人気で、私は海外だとバンコクでしか食べたことなかったんですけど、中国スシローちょっとデビューしたいと思います。かなり人気らしいです。もうこの平日なんですけど結構ねもう並んでるということで、なんか日本のお店ばっかりあるんですけど、はい、スシロー行きたいと思います。わ、すごいな、すごいアニメオタクの聖地みたいになってますけど、一応これかなり大きいショッピングモールです。北京市内です。すごい長いエスカレーターだな。ターミナル21のやつみたい。この中にスシローがあるんですね。今日はスシロー行くんですけど、焼肉ライクも入ってますね。あとサイゼリアもあるみたいです。これサイゼリアです今日は行きません。ということでスシローです漢字で書くとこれなんだ、スシローなんだ、これなんだね。めちゃ楽しみ。すげえ、だいぶ早いけど、すげえなこれモニターついてすげえな。ちゃんと日本語、英語、中国語、韓国語ありますね。これタイと一緒だ。でもこのいいっすねあんまり日本で見たことないようなこの北極イワナとか北極トロイワナ、これちょっと頼んでみました。すごいですね。サーモンとは違うんですよね。ごまサワとかフォアグラマンゴーのせ、イカ飯、すごいな。レーンはね基本的に回ってなくて、注文したらこう自分のとこに来るっていう感じですかね。すごい先進的な頼み方で、ちゃんとねこの画面でかいんで、一人が注文してたらこう注文できないみたいな感じじゃなくて、こっち側もできるんですよね。だから両方でバンバン注文できて、今一通り頼んだんですけど、これすごいですよ。クオリティ高い。バンコクに負けてないですね。でこれ大トロで、厚切り生サーモン、めちゃ熱くないですか。でつぶ貝もめちゃでかいですし、メニューはもう自体は日本よりたくさんありますね。これはイワナでした。トロイワナで、これ本マグロ。やべえわこれ、すげえ、めっちゃうまそう。それじゃあ人生初の中国スシローちょっとデビューしたかったんでめちゃ嬉しいですこれねレモン、ジャスミンティー、しかもめちゃくそでかいこれぐらい欲しいっすよね、日本の飲み物もね。これ多分アメリカサイズですわ。めちゃでかい。こんなたくさん入ってるし、今見せた通り寿司もねすごいんですよ本当に大丈夫ですか日本のスシローさん。絶対海外の方が美味しいですよきっと。これちょっと食べますわ、喋ってないで。中国スシロー生サーモンいただきます。めちゃくちゃうめえ。ずっとねウイグル料理と中国料理ばっかあったから、ちょっと違うのも食べたけどすごい美味しい。もう全然もう変わんないです。日本のスシローのこのシャリの感じもバカうめえ。こちら大トロ、俺が大好きなつぶ貝、日本よりはるかにでかいですよこんなに厚い。生き返りました。北京です。生き返りました。北京で住めるねこれ。最高。私が大好きな茶碗蒸しあったんですけど、中国のやつうなぎが入ってます。めっちゃいいね
ちょっとゆっくり満喫していろいろ食べたいと思います。最後にですね、デザートね、ソフトクリーム今食べてるんですが、もうめちゃくちゃうまい。このソフトクリーム、例えが悪いかもしれませんが、日本のねミニストップのソフトクリームぐらい濃厚でうまいです。ちょっと私タイのねバンコクのスシローすごい推してて、めちゃうまいっていつも言ってるんですけど、あれもうまいんですが、超えたかもしれない。中国のスシロー特に北京バカうまかった。皆さんよかったら中国来た時に行ってみてください。重慶、珠海、天津、深センにもあるみたいなんで、知らなかったです。そんないっぱい街の中にあるのは。はい、おまけ動画これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。